2017年1月16日、ターキッシュエアラインズ6491便がキルギス共和国のマナス国際空港への着陸をやり直す際に住宅地へ墜落しました。この便は香港からトルコへ向かう便で、経由地であるキルギスへ着陸を試みていたところでした。同時刻、他の航空機も同じ空港へ着陸をしていましたが、なぜ6491便だけが墜落に至ったのでしょうか。今回はこの事故を事故調査レポートをもとに解説します。本動画は複数の情報リソースをもとに制作していますが、誤りを含んでいる可能性もあります。万一間違いがございましたらコメントにてお知らせいただければ幸いです。また、使用している画像・映像には実際のものだけではなく、イメージも含まれています。ターキッシュエアラインズ6491便は香港国際空港を出発し、途中キルギス共和国のマナス国際空港を経由、そしてトルコの首都イスタンブールにあるアタチュルク国際空港へ向かう定期貨物便でした。この便はクルーが4名全員トルコ人にて運航されていました。使用機材はボーイング 747-400F、 登録番号がタンゴチャーリー、マイクチャーリーリマでした。鋭い方はお気づきかと思いますが、ターキッシュエアラインズはジャンボを運航したことがなく、この便はターキッシュエアラインズの便名がついていますが、この機材はトルコイスタンブールに本社を置く貨物航空会社 ACT 航空が保有し運航しているものでした。そのためターキッシュエアラインズはこの事故を ACT 航空事故と呼び、自社運航便での事故ではない旨の声明を発表しています。この日の機長は59歳、総飛行時間は1万時間少々、ボーイング747の経験は約800時間。副操縦士は59歳、総飛行時間が約6000時間、ボーイング747の経験は1800時間近くでした。それぞれ機長が操縦を担当し、副操縦士が無線やその他のサポートを担当する分担となっていました。2017年1月16日、6491便は定刻から2時間ほど遅れて3時12分に香港を離陸、最初の目的地キルギスのマナスへ向けて飛行を続けました。マナス空港はキルギスの首都ビシュケクの北西25キロに位置している空港で、キルギスの主要空港の一つとなっています。この便の貨物はすべて香港で積まれ、イスタンブールで降ろされることになっており、マナス空港にはクルーの交代と給油のためのトランジット空港として着陸する予定でした。香港からマナスまでは約6時間、キルギスと香港は2時間時差があり、時刻としては出発時刻の4時間後、7時過ぎにマナスへ到着する予定でした。クルーは香港での飛行前ブリーフィングでマナスの気象予報を入手しており、到着時刻7時の予報は風向が310、風速が3メートル、視界が800メートル、凍った霧、煙、垂直方向の視程は30メートルとなっていました。この情報から非常に寒く、そして視界が悪いことが想定されました。墜落の30分前、マナス周辺を管理する管制官のエリアへ6491便が到達。管制官へ着陸のための降下を要求し、フライトレベル220への降下が許可されました。墜落の20分前、クルーはマナス空港の気象情報を取得しました。その内容は、視程が滑走路の中央付近で300メートル、垂直方向が150フィートとなっていました。墜落10分前、6491便は滑走路26への ILS アプローチに向けてフライトレベル60への降下を許可されました。そしてクルーはアプローチチャートに従って滑走路26へのアプローチを開始しました。墜落2分前、管制官は滑走路26への着陸を許可し、合わせて気象情報を提供しました。
その内容は、風が穏やかで斜め方向の指定は滑走路の開始地点で400メートル、中間地点で325メートル、終端地点で400メートル、垂直方向の指定は160フィートというものでした。6491便は計画よりも高い高度で滑走路26に近づきました。そして降下を続けながら滑走路を全体にわたって飛行し、滑走路から延長線上に位置する住宅街へ墜落しました。7時17分、管制官が6491便へ位置の確認をしましたが、応答はありませんでした。墜落の衝撃で6491便は完全に破壊され、燃料が流出したことにより火災が発生しました。赤い矢印の墜落地点から長さ約550メートル、幅50メートルに及ぶエリアが破壊されました。墜落から20分後に消防隊が到着し、救助と消火活動が開始されました。最終的に乗っていたクルー4名と地上にいた35名が亡くなりました。また他に地上にいた36名が負傷し、約40の建物に被害が及びました。旧ソビエト連邦を構成していた国によって結成されている独立国家共同体の民間航空を管理・監督する機関、国家間航空委員会により調査が開始されました。まずは整備記録ですが、 ACT 航空において事故機の運航は2015年12月10日に開始しました。以降の整備はトルコ並びに ACT 航空の規則にのっとって行われていました。またクルーはトルコでの有効な身体検査を保持しており、出発前の健康チェックでも異常は見られず、運航直前香港のホテルで24時間以上の休憩をとっていました。調査では作業時間や休憩時間の違反については明らかにされませんでしたが、事故当日出発は2時間以上遅れ、飛行時間は6時間以上で、出発前の作業も含めると業務は11時間を超えている状況でした。クルーは降下の開始前に気象条件が必要最低限より低くなる可能性があるという情報を入手、着陸を実行できないかもしれないという状況について心配していましたが、アプローチ時に気象条件が制限内にあるという情報を受け取った時、安堵した様子がボイスレコーダーに記録されていました。これはクルーにできるだけ早く着陸したいという考えを促し、何かあったらアプローチを中止するという考えを生み出しづらい状況です。安全にアプローチするために有効な考え方は、全ての条件が適切であると分かった場合にのみアプローチ手順を続行するというものです。言い換えると、着陸を行うために必要な条件から一つでも逸脱を見つけた場合、着陸をやり直すというロジックですが、事故機のクルーは滑走路が全く見えないなど完全に着陸の要件に準拠していない条件が起きた場合のみ着陸をやり直すというロジックに変わっていました。ボイスレコーダーにはローカライザーやグライドスロープを捉えたことを考慮しつつも、通過ポイントにおいて規定の高度から明らかに高いことに気づいた時や、自動音声によるグライドスロープから逸脱したとの警告に対して着陸をやり直すアクションをしない様子が記録されており、着陸することを最優先とし、着陸を妨げる可能性がある情報を意識的にしろ無意識的にしろ無視する精神状態になっていたと調査レポートで指摘されています。また機長は降下中にチャートよりも高い高度を飛行していることに気づきましたが、その高度を指示した管制官に対して苛立った様子でした。これも着陸をやり直す可能性が高まることに対して不快感を示していると考えられます。アプローチ時のマナス空港の気象状況は、風がわずか、滑走路の始まりにおける斜め方向の指定が400メートル、垂直方向の指定が500メートル、気温がマイナス9度、露天温度がマイナス10度であり、気温が低く、湿度が高い中で、かなり視界が悪い状況でした。そのため、適切な降下ができていないことに気づきにくい状況でした。降下はオートパイロットによって行われていましたが、高度が高く、グライドスロープを適切にキャプチャーできておらず、そして計器の確認並びにアプローチチャートと実際の状況を注意深く見比べることもなく、降下が続けられました。
また管制官はチャートからの逸脱を監視する義務がなく、他の機体の管制をするために管制機器の画面を切り替えており、6491便へ注意喚起することはありませんでした。最終進入ポイントの通過高度3400フィートでオートパイロットが水平飛行モードに移行しました。アプローチチャートにおいて3400フィートは滑走路から 3.2 マイルでの高度ですが、6419便は 1.7 マイルだったため、規定のグライドパスから高い位置にいました。そのためグライドスロープはキャプチャーできないはずですが、6491便は滑走路から 1.2 マイルの位置でグライドスロープをキャプチャーしました。これは ILS の信号が地上で意図しない反射をすることで発生する疑似グライドスロープで、この時は9度の疑似グライドスロープをキャプチャーしていました。通常疑似グライドスロープをキャプチャーしていないか確認するために、最終進入ポイントにて規定の高度を飛行していることを確認しますが、この時はすでに最終進入ポイントを超えているのにもかかわらず、クルーは特にアクションがありませんでした。そしてグライドスロープをキャプチャーした15秒後、グライドスロープに沿った降下ができないことを示すランプとアラートが作動しました。この場合、事故機のオートパイロットは飛行モードが切り替えられ、滑走路固有のグライドパスにかかわらず3度のパスで降下する設計になっていました。 ACT 航空の規則では、地上から1000フィート未満で飛行モードが切り替わった場合は着陸をやり直す規則となっていましたが、クルーは着陸を続行しました。そして並行してギアやフラップの展開を行っていたこと、滑走路の近くだったことから地上接近の警報は作動しませんでした。事故機は滑走路上に到達しても着陸できず、滑走路の端に到達した時、まだ110フィートの高度がありました。そしてそのまま降下を続け、100フィートになった時、滑走路から離れたため地上接近を示すプルアップの警告が作動しました。この時の ILS アプローチは滑走路が見えない場合に着陸をやり直す高度が100フィートだったため、副操縦士がミニマムとコール、機長が滑走路が見えない着陸やり直しと応じ、60フィートの時点でゴーアラウンドモードに切り替えられ、機体の降下が止まりました。しかしすでに滑走路を通過しており、右の翼が木に衝突、続けてギアやエンジンが地上の壁に衝突、そしてそのまま住宅地への墜落につながりました。クルーの疲労や規則にのっとった行動をしていなかったことに加えて、悪天候で滑走路を視認できなかったこと、疑似グライドスロープをキャプチャーしてしまったこと、降下がチャートから逸脱していても管制官が指摘する運用になっていなかったこと、これら複数の要因が重なったことで大惨事が起きてしまいました。ターキッシュエアラインズ6491便墜落事故、いかがだったでしょうか。改めて標準手順の大切さを感じさせる事故でした。最後までご視聴ありがとうございました。